皆さんこんにちは。今回の映像は日本国民を苦しめている急激な円安問題に直面する中で、タイランドにおけるショッピング風景をご覧になりながら、今日本国民の財産を喪失させ続けている急激な円安現象を日本国民の立場から批判的に考えてみたいと思います。というのも、現在は日本国民の味方のはずの日銀が円安問題に対して何らの対策もせず、なすがままの状態を頑なに堅持していることの背景を経営学の立場から考察してみようと思います。今回は今年の9月に訪れたタイランドのチャトチャクマーケットでのショッピング風景をご覧になっておりますが、約10年前にタイに訪れた時はその値段の安さに驚いたのですが、今では最近の円安現象によりものすごく高くなっているように感じます。現在我々を苦しめ続けている急激な円安問題は、これからますます増加していく大増税の問題と無関係ではなく、 MMT 理論の積極財政を実践したアベノミクスで生み出されてきた国債残高の増大により、国債の利払いだけで政府が利用しうる税収の圧迫により大増税を余儀なくされているのです。それと同時に日銀の通貨発行を続けた財政ファイナンスにより円通貨の信用が失われてきたことが今の円安現象の根本的な要因でもあるわけなのです。本来の MMT 理論では、自国通貨で発行された国債は経済発展に貢献する方向での使用すべきだったのですが、ただ消費のみに国債が使われてきたことが問題だったのです。 MMT 理論では、経済発展で税収が増えると発行された分の国債を償却する必要があるのですが、日本はそのまま国債残高を積み上げてしまい、長期的に見て税収が減少することから将来は大増税を実施する必要が出てきたわけです。 MMT 理論ではあくまで緊急的な措置としての積極財政であることを認識する必要があります。決して国債残高を永久に積み上げても問題がないとは言っておりません。現在では国債を日銀が買い支えをすることで円通貨の価値が下落しており、今では財政破綻の危機を迎えているトルコリラやアルゼンチンペソと同じランクに位置づけされています。ところでこのチャンネルは、私が忙しくてなかなか時間が取れず、重大な問題が起こった時にのみ発信することにしておりますので、ぜひチャンネル登録をしていただき、ベルマークの通知設定をしていただければ皆様に適時にお知らせすることができると思いますので、よろしくお願いいたします。すでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、現在のように日銀が日本国民の財産を守るための切り札としての金利政策を放り投げてしまったおかげで、今では基軸通貨であるドル通貨と連動して日本国民が所有している円の価値を保つことができなくなってきており、現在では日本人である私も個人の財産を守るためには仕方なく外国への預金や投資を検討しなければならなくなってきており、そのことについては前回のベトナムへ出かけたコンテンツがございますので、ご参考にしてみてください。結果として金融緩和でインフレを起こし景気を向上させようとするのは間違っており、円の価値の調整機能を果たすべき日銀が行う金利政策はもはや機能していません。今や日銀は独立した行政機関などではなく、実質的に政府の子会社としての財政ファイナンスを後押しするだけの機関となってしまっており、政府によって任命された日銀総裁は政府の財政収支の穴埋めのために日本の国債を大量発行し、それを日銀が再度買い支えをすることでさらに景気を支えるのに、自ら日本株式の半分も ETF で購入することで
現在の金融緩和を維持し続けているのです。そもそも国債で株価を高めると景気が良くなるものと勘違いをしたことがアベノミクス政策の大失敗だったのです。言うまでもなく金融緩和で景気を高めるには限界があり、あくまでも景気は企業経営のファンダメンタルズの生産性向上によってのみ生み出されるものなのです。政府の借金を無限に国債で賄い景気を向上させるという根拠は近代貨幣理論と称する MMT 理論によるものなのですが、それは一時的な麻薬のようなものであり、外科手術で麻酔を打つことであくまでも一時的にお金を国債で作り出して、その資金を効果的な経済発展に利用し、その成果で国債を消滅させるという収支のバランスを取った理論なのであります。ただ単に日本のように国債残高を積み上げても良いと言っているわけではありません。日本はそれを良いことに15年以上も積極財政を継続した金融緩和政策を固定化して1700兆円もの巨額な国債残高を積み上げてきているのです。経営学を長年学んできた私にとっては MMT 理論というのは政府が国債を発行しやすいように政府に誤って悪用され、マスコミを通して支援された理論のようにしか思えてなりません。そのおかげで日本政府はこれまで日本国民の GDP の250倍もの国債残高を積み重ねてきました。それは経営上での収支のバランスを考えることなく、安易に政府の借金だけを積み上げることだったようです。最近では岸田首相は一時的な所得税減税や給付金などの施策を打ち出しておりますが、そもそもその財源は新たに4兆円もの追加的な国債発行なのであり、ここでは4兆円の国債は結果として後から増税をしなければ発行された国債の利子を支払うだけの新たな増税をせざるを得なくなることを認識しなければなりません。増税メガネと揶揄されている岸田首相ですが、これは岸田首相だけの個人的な判断ではなく、過去のアベノミクス政権が積み重ねてきた国債残高の利払いが政府の使用できる税収を圧迫してきていることに起因するものなのです。アベノミクスを擁護する著名な評論家は主として景気が上向かない原因に消費税を上げたことだと主張し続けており、国債を積み上げて財政ファイナンスをすることにはそれほど批判的ではありません。むしろさらなる国債を発行し景気を向上させるべきであると主張しています。今この国債を積み上げてきて発行された金額はどこに行ったのでしょうか。結果として現在の景気が良くなったのかを見れば、その正当性は疑わしいものであるのは明らかです。いかにも国債は国民の借金なのではなく、政府が自国通貨を印刷してチャラにできるかのように主張し続けたことが、現在は1500兆円もの巨額な国債が積み上げられてきて、その利子返済のために大増税を余儀なくされると同時に、現在の急激な円安を止める最も有効な手段である金利を上げることができなくなっていることをよくよく認識しなければいけません。これまで1600兆円ほども積み上げてきた国債によって日銀が金利を上げると、その支払うべき利子だけで日銀は財政破綻につながることから金利を上げることができない仕組みに陥っているわけなのです。それにもかかわらず日銀が金利を上げないことで円安を促進させることで国民の財産を減少させていることを度外視して追加的な国債を発行し続け、さらに自ら国債を ETF という抜け穴で購入し、さらに日本株を購入して株価を支えようと考えているのです。現在では日本の国債は財政の収支バランスや節税手段などを度外視して安易にお金を印刷する手段になってしまっており、最近日本国民が日銀の政策変更を期待した金融政策決定会合でも長期金利の 1% 以上を容認するだけという見せかけだけの決定によって、未だに世界で類のない
金融緩和を維持し続けており、日本国民をないがしろにした大変がっかりさせるものとなってしまいました。そもそも政府から独立した行政機関としてあるべきはずの日銀は、政府が日銀総裁を選別するという権限を有していることから、本質的に政府機関から独立したものではなく、今や政府のご機嫌伺いの機関になってしまっており、日銀は政府が必要な国債をいくらでも発行し、自ら国債の受け皿になることで円通貨の信頼を損ねて、現在の円安現象に拍車をかけているわけです。政府を構成する政治家の選挙についても、もはや誰でもが立候補できるというものではなく、選挙資金を持った政治団体が支援する2世3世議員がその過半数を占めているものとなってしまいました。しかも最近では、日本国民に奉仕すべき公務員や政治家の給与が自ら給与アップを決定したということには遺憾なものがあり、首相などの給与が国民には増税を強要する中で45万円ほども給与アップをするというのは国民無視の政策なのであることは、そのことを裏付けています。公務員の給与を上げると民間企業の給与も上がると考えているようですが、現実には経済が好転しない中で公務員のみの給与を上げ続けて、格差が一層開いてきているので、現在では国家公務員や政治家の終戦後存在していたナショナリズムはすでになくなってきており、戦後日本経済の発展を支えてきた日本株式会社と呼ばれた政治、公務員と企業経営者とが互いに戦後日本の経済発展に寄与すべき個人の財産を削ってまで奉仕してきた起業家精神を再度思い出す必要があるので、題して日本の戦後は公務員や政治家が無報酬でも国民に奉仕する精神を有する人のみが働く職種だったので、現在ではお金がないと政治家にはなれませんし、公務員や政治家の給与は一般国民の給与からかけ離れているのは、なんと国民に奉仕しうる精神を有した仕事ではなくなってきており、そのような人が日本国の政治や政策を司るようになってきているようです。戦後の日本は政治が日本株式会社として政治と企業とが一体となり、ナショナリズムの精神で日本の経済を奇跡的に蘇らせることができたことを再度思い出す必要があります。そもそも政治家や公務員は国民に奉仕する役職なので、低賃金でも奉仕できる精神を有する人がなるべき職種なので、選挙システムをお金がなくても日本国民に奉仕する精神を有した人が政治家に立候補できるようにしなければ、現在のように国民無視ともいえるような政策が取られ、国債ありきの財政政策がまかり通ってしまっているというのは私の考えすぎなのでしょうか。かつて積極財政政策の財源を国債に依存したアベノミクスによる金融緩和を現在でも頑固に継続しており、 MMT 理論では緊急一時的な措置であるべき金融緩和がすでに15年以上も継続されているという異常な状態が続いているわけなのです。そのせいで日本国民は自らの財産を急激な円安で削り取られ、さらに国債利子の返済のために大増税を受け入れなければならなくなってきているのです。ゼロ金利というのは稼いだお金の価値をゼロにするという資本主義経済の根本的な原理を喪失させており、15年以上も恒常的にする政策などではなく、今やできるだけ早く健全な金利の水準に戻す必要があるのです。今では1ドル70円の円高から152円という2倍以上も日本国民の財産が消失してきており、それは日銀の金融緩和の大失敗だったと言わざるを得ません。そもそも金融緩和で景気を向上させることには限界があり、日銀の役割は日本通貨の信用を維持し、為替の安定を考えて円通貨の価値を高めるために企業経営の基盤を整える役割に徹することなのです。決して日銀は政府の資金を生み出す
財政ファイナンスの機関になってはいけないので、今や1914年の第一次世界大戦による対外支払いのために金貨の支払い政府への集中が必要となり、通貨の金打艦を停止せざるを得なくなったことから、各国政府とも金本位制を中断し、変動相場制に移行しました。変動相場では各国が金利を調整して各国通貨の安定を取る仕組みなのです。恐ろしいことに、金と交換する金本位制度が撤廃され、変動相場制度となったことで、アメリカはいくらでもドル紙幣を印刷することが可能となり、それを良いことにアメリカ政府は自ら MMT 理論を悪用して安易に自ら使える資金を作り出す金融緩和政策を続け、政府はいくらでも自国通貨を印刷できるというシステムに拍車をかけ続けてきました。その結果は過激なインフレとドル離れという末期的な症状により膨大な国債残高を積み重ね、その利払いだけで年間150兆円も支払わなければならない。さらに追加的な国債発行を余儀なくされ、しかも急激なインフレを止めるために金融引き締めに走っているわけです。そのような世界的な状況であるにもかかわらず、我が日本政府は世界で唯一の金融緩和を維持し続けている変動相場制度の原則を無視した異常なほどのアンバランスな政策を取り続けているわけです。一時的な政策であったはずの MMT 理論により、金融緩和と積極財政であるべきはずの政策がいつの間にか高級化し、国債を頼りに安易に無駄に浪費に国民の税金が使われてきたのです。最近の補助金や見つかけだけの減税は、これから日本国民が直面する大増税の目隠しにしか過ぎません。政府が安易に積み重ねてきた1600兆円もの国債残高は、今やその利子払いだけでも政府が使える財政収支を圧迫してきており、これから日本国民から大増税をしなければ成り立たなくなってきているのです。増税メガネと揶揄される岸田首相ですが、これまで国債を積み重ねてきたのは何も岸田首相だけの責任ではなく、歴代の自民党政治による財政ファイナンスによる積極財政の思いつきの結果でもあり、岸田首相はこれ以上国債を積み重ねられないという必死の増税政策とも考えることができるのです。つまり国債の発行を抑制すると税金が増加するという必然的な結果なのであります。これまで近代貨幣理論と言われる MMT 論者の主張によって、自国通貨での国債はいくら発行しても自国通貨の発行権があることでデフォルトにはならないものと主張され、むしろ国債は自国民に投資された財産とまで主張する経済評論家が大手を振るって熱弁を繰り返してきた始末です。このような MMT 理論を実践してきたアメリカでさえも、国債利子の支払いだけで1兆ドル150兆円も毎年支払わなければならず、その財源はさらなる国債発行で穴埋めする羽目に陥っているのです。この考えは、国債という負債が帳簿上自国通貨を発行してチャラになることで成り立つ考えなのである。国債を発行せずに自国通貨の発行権だけで収入を賄うと円の価値がなくなり、危険な円安現象と急激なインフレで円通貨の価値を喪失させ、円通貨が紙くずになることを今の円安は物語っているのです。日本政府が国債で税収を賄うことで国債という負債が増え続けている限りは、帳簿上の返済義務は日本国民の税金から支払う結果となっています。もし MMT 論者が主張するように、政府の借金が国民の借金なのではなく、円通貨を印刷して借り換え続けることが可能なら、究極的には円通貨を発行して国民からは税金を徴収する必要はないのです。実際の国債残高は積み上がり、その利払いは税収から支払っていることで、
さらなる大増税につながっていることを説明できていません。現在では日銀が通貨を発行し国債を購入することで円通貨の危険度ランキングでは同様の金融緩和を継続してきたトルコリラやアルゼンチンペソと同じ危険な通貨として分類されていることをご存知でしょうか。それに現在でも日本人の平均年収の6割ほどが税金で徴収されている中で、世界でも類を見ない膨大な国債残高がますます増えていくということは、毎年の税収が減少していくことを意味しており、将来必ず我々の国民からの大増税をしなければ立ち行かなくなってくるわけなのです。最近岸田首相は選挙対策とも思える一時的な所得税の減税で国民の不満を和らげようと試みておりますが、そもそも期限のある減税をするというのは最初から税金を徴収しなければよいので意味がありません。それどころか臨時の減税をした分の金額はさらに政府の国債発行という形で日本国民の負担につながるものであり、一過性の無駄な減税はするべき政策ではありません。恒久的な減税、例えば消費税を下げるとかであれば真の減税であると考えることができるのです。一時的な減税は選挙対策でもあり、選挙が終了するとその後は逆に減税した分の大増税を打ち出してこなければならなくなるわけです。我が日本政府は常に安易に国債発行に頼ってしまい、今や自らの身を切る努力や節税対策には取り組もうとはせず、国民受けする給付金や補助金などの支出を国債で賄ってきており、今後も国債残高が恒久的に増え続けているのです。このことは今日銀が金利を上げて円安を止めることができない最大の要因ともなっており、現在の急激な円安状態は日本にいるとあまり実感がないのですが、映像でご覧のようにタイへ出かけると日本国民の財産が目減りしていることに気がつくわけです。今や日本全体を一つの日本企業と考えて景気を上昇させるには、税収とその使い道のアンバランスを調整し、支出が将来では収入となるような方向での企業概念での投資概念、つまり日本政府による税金の使い道が日本経済再生への重要な鍵となってくるわけなのです。最近の給付金などのように一度徴収した税金を使うのは最初から徴収しなければよいわけで、無駄な使い方と言えます。映像でご覧のようにタイのチャトチャク市場は昔ものすごく格安に感じたのですが、最近の円安によって以前ほどの安さも感じ取れなくなってしまっています。とは言ってもここへ来れば全ての商品や衣類、雑貨商品などが安く購入できるということで、週末には地元でも人気の卸売市場となっているようです。チャトチャク市場を見ていて、全ての商品の値段が日本のものよりおよそ5分の1程度で入手できることを考えると、これまで日本がアベノミクスで実施してきたインフレターゲット政策というのはなんと的外れな政策だったのかと感じ取るようになりました。チャトチャク市場から見ると日本の物価はまだ高いのであり、日本の物価が上がらないのは自然な現象でもあるようです。そもそもインフレターゲットというのは経済政策で目標にするべきものではなく、企業の生産性と利益の向上によって自然発生的に国民の購買力が向上して初めて需要と供給の関係で自然に物価が向上するものなのであり、金融緩和でインフレを起こそうとするべきものではありません。金融政策はあくまで管理通貨の安定と各国の為替の信用維持を目指すべきものなのです。通貨の安定は企業経営にとって最も重要な基礎的な経済基盤となっているのです。 MMT 理論では投資概念での有効な使用方法で経済効果を発揮する必要があるのです。しかし結果は MMT で生み出された資金は投資概念にそぐわない
ワクチンのような無駄な消費で使用され続けてきたわけです。このようなワクチン政策については、日本製のワクチン承認を検討せずに、いきなり安易に外国製のワクチンを大量に購入し続けるよりも、最近治療薬として承認された塩野義製薬が開発した日本製のゾコーバなどで代用できるのは、日本経済にとってもとても良い方法なのです。なぜか、ワクチン接種が日本よりも普及していないタイやベトナム、フィリピンなどでは逆に感染者が減ってきているようなのですが、ワクチン接種をがむしゃらに推進している日本で感染者が増え続けているのは、現実的にワクチン接種が効果を発揮していないことを意味しているのではないのでしょうか。現在の日本政府が行っているように、多額の外国製の兵器を購入するのにつながるような防衛費を安易に国債発行や大増税で賄おうとしているのは非常に危険なことなのです。戦後の日本経済が急速に回復してきた大きな要因には、防衛費用を企業の発展のために振り向けてきたことにあったわけなので、ここでは一旦踏みとどまって、国産の兵器や国産のワクチン製造を促進する政策を推し進めることによって、その分の税金を国内で使われるようにすることで、日本国民の税金の負担としては結果として軽減されることになるので、現在でも厚労省は外国のワクチン製薬会社などの契約を国民には公表せずに、ただやみくもに外国の製造会社からの情報だけでワクチン接種をがむしゃらに推進するのみで、その前にワクチンの有する遺伝的な影響やワクチンが機能すると説明されている抗体機能の持続期間について明確に結果が出るまで税金で接種を強要するのは控えるべきなのではないのでしょうか。とりわけ人間の遺伝的影響については、メンデルの遺伝の法則により長年かかってやっと劣勢遺伝子が現れる孫の代まで試験を繰り返す必要があるのは言うまでもないことです。ご覧のように、タイランドやベトナムでは日本のようにワクチン接種を促進していないにもかかわらず、コロナの蔓延化はもはや収まる気配を見せています。かえって接種しない人が逆に感染せず、どうもワクチンを何度も接種することによって、ワクチンによってたとえ1ヶ月ぐらいは一時的にコロナへの抗体が強化されたとしても、それが長く続かずに長期的に見ると逆に、本来人間が自然に備わっていた免疫機能が低下してきて、逆に感染しやすくなっているという指摘が世界中でなされてきています。世界で最もワクチンを推進してきたイスラエルでさえも、現在では感染予防に効果がなかったということで、4回目のワクチン接種を中止しています。そのような状況下であるにもかかわらず、我が日本政府はワクチン接種を続けているのは、世界でも類を見ない金融緩和を続けているのと全く同じ現象が起こっているのです。日本でワクチン接種が8割以上も普及しているにもかかわらず、現在のところ日本人の感染者は世界で最も多く、死亡者数も世界で第2位となっているのは、何とも不可解な現象が起こっているのです。私も海外から帰った後に体調を崩してしまい、病院へ行くとコロナに感染してしまっていたようなのですが、病院では何の治療もしてくれなかったのです。ワクチンを無料で接種できるぐらいでしたら、治療薬を無料で行き渡るように配るべきではないのでしょうか。私は1回もワクチンを接種しませんでしたが、病院では何の処置もしてもらえず、2週間ほどで休養と栄養を取ることで自然に回復しました。これは信じがたいことですが、外国製のワクチンを秘密裏に国民1人当たり10回分の購入契約を結んでいるとのことで、このことは日本国民には公表されずに、製薬会社への損害賠償も免除されているのです。現在話題となっている防衛費の支出やコロナ対策費やワクチン購入の支出でも、これ以上の国債で賄うということは、将来我々の税金が増加していくことを意味しているのです。
戦後の日本経済が急速に回復してきた大きな要因には、防衛費用を企業の発展のための支援に振り向けてきたことにあったわけなので、ここでは一旦踏みとどまって、国産の兵器や国産のワクチン製造を促進する政策を推し進め、その分の税金を国内で賄えるようにすることで、日本国民の税金の負担としては結果として軽減されることになる検討してもらいたいものです。さて、今回の映像ではもはやコロナは過ぎ去ったかのようなタイのチャトタク市場での日本のインフレターゲット政策を度外視したかのような価格競争でのショッピング風景から活気のあるタイ経済の状況をお楽しみいただけたものと思います。それではまた問題が起こった時にのみ発信をさせていただきたいと思いますので、次回をお楽しみにしていただければ幸いです。それじゃあまた。See you again.